駅まもなく発車いたします。ほとんど外国人の人ですね。そして意外とね、すぐ来るんですよね、大仏様は。どうもサワディーカップでございます。あっぱれ小泉でございます。なぜあえてですね、踏切の前で撮ってるかと言いますとですね、後ろに映ってるのが江ノ電ですね。そうです。私はですね、10年ぶりに日本の鎌倉に来ていましてですね、ちょっとですね、タイ語字幕も入れてみたりとかしましてですね、今回の動画は、10年ぶりのね、鎌倉と江ノ島をね、散歩をですね、ちょっとお送りしたいと思っています。さあ、江ノ電も通ってますよ。いいですね。ということで早速、鎌倉散歩行ってみましょう。駅離れてそこですね、この弁天橋っていうのがあるんですね。こちら藤沢江ノ島、あら綺麗な海、綺麗かどうかって言われたらね、分かんないですけど、いいですね。すごい気持ちいい。さっきまでとんでもない嵐だったんですよ。本当にとんでもない嵐だったんですけど、今ね、ちょっと風は強いですけど、もう完全に雨は止んだですね。いい感じですね。今橋の途中にある雪の雲の形ってやつなんですけど、なんかどっかで見たことあるなと思ったら、これ前から見ても後ろから見てもタイの涅槃仏みたいですね。ちょっと街の方に歩いてきたらタイ料理屋さんがいますね。タイ酒場、はあはあはあ。うわ、食べていいけど江ノ島まで来てタイ料理はな。ちょっとね、タイ人の方はですね、こちら江ノ島近くでタイ料理食べれますよ。行ってみたいけどまだ次回だな。こんな感じでね、江ノ島はここからね歩いていけるんですよ。この地下でみたいな。ただここにね人力車もあるんで、この人力車でもね10分ぐらいで行けます。1500円みたいですね。これ使ってもいいかもしれません。トンネルを下ってトンネルを抜けると、あの先はもう江ノ島です。早速つながる。さあ、あの橋をですね10分ぐらい歩いてきまして、こちら江ノ島ね着きましたけど、もうすごい人の数ですね。めちゃめちゃ観光客、今日金曜なんですけどね、金曜ですけども結構いますね。とりあえずですね、この上の方行ってみましょう。江ノ島名物といえばしらす丼ということで、江ノ島の入り口の近くにある島わらしさんで大盛りの釜揚げしらす丼を注文して食べました。特製タレで食べるしらす丼、うずらの卵をかけるとマイルドになってしらすの味がさらに引き立ちます。とても美味しかったです。大盛りはかなり量が多いです。お得でした。島の入り口ですけど、いい感じですね。横にある温泉もあるみたいですよ。温泉、これが聖堂の鳥居ですね。1821年に再建されたみたいです。ここを通っていきましょう。どこか懐かしい気持ちになる風景の中を歩くこと約10分。江ノ島神社に到着です。江ノ島神社には
多吉姫の御事様、一木島姫の御事様、田切姫の御事様の三姉妹の女神が祀られております。随神門をくぐると一気に空気感が変わり、身が引き締まる思いです。手を清めて階段を上ると、多吉姫の御事様を祀る辺津宮があります。こちらは1206年に作られ、1976年に大改装され、神社でのご祈祷は主にこちらで行われます。昔この辺りで悪さをしていた5つの首を持つ竜を女神様たちがおとなしく刺したという逸話や様々な伝説があるこの江ノ島。外国人観光客の皆様も興味深そうに島の中を眺めていました。本当は江ノ島をもっと深く紹介したいのですが、私のスケジュール的に訪れたのが夕方だったため、時間短縮のために江ノ島エスカーを使って一気に江ノ島の頂上まで向かいます。江ノ島の頂上は綺麗な海が見え、トンビが鳴き、めちゃめちゃいい雰囲気でした。そして夕日の向こうにあるあのでかいタワー、あれは10年前にはなかったはずです。行ってみましょう。私が10年以上前に江ノ島に来た時にはまだ完成していなかった江ノ島シーキャンドル。高さ 59.8 メートル、海抜 119.6 メートルのめちゃめちゃでかいタワーです。登ってみましょう。エレベーターから見える景色もすでに絶景ですが、頂上の絶景はこんなもんではありません。エレベーターを降りたらさらに上にある展望台へ。そこには素晴らしい景色が広がっていました。湘南の景色が一望できる素晴らしい光景です。海風も気持ちいいです。そして夕日がちょうど綺麗な時間に差し掛かってまいりました。この時間帯は夕日が超綺麗で、この後の時間帯はさらに夜景がめちゃめちゃ綺麗な湘南の街を見ることができます。夕方から行くのがおすすめかもしれません。階段で降りてみようと思います。持ち運びでやってみましたとしたらこれやばいですよ。ダメだ、俺高所だから無理だこれ。俺高所恐怖症だから無理だ。あんたら怖い。ということでね、ライトアップするとこんな感じになるんですね、このタワーが。ということでね、ちょっと江ノ島に久々に来ましてですね、ちょっと、短いですがいろいろ歩けてよかったです。また江ノ島来たいと思います。ということで十数年ぶりに来た江ノ島はやはり良いところでした。私神奈川県出身なので、外国人の観光客の皆さんもいっぱい来てくれて、なんだかとても嬉しい気持ちになりました。発車駅まもなく発車いたします。車内中の方、
さあ、というわけでね、鎌倉高校前に来ましたが、もう皆さんご存知だと思うんですが、超有名漫画のね場所があるんですよ。行きましょう。海沿いでいい感じですけどね、この先にねなんかその場所があるんですよ。有名な漫画の。意外とすぐあるの。歩いて1分ぐらいですね。もうラッコ公園の前ですね。超人気アニメスラムダンクのオープニングで出てくるこちらの踏切、外国人の方々もたくさんいました。タイ人の観光客もたくさんです。中には主人公の桜木花道のコスプレをした外国人の方もいました。長谷寺駅にやってまいりました。長谷寺駅にはですね、何があるかと言いますとですね、世界的に超有名なあれがあります。行ってみましょう。いや、むちゃくちゃ暑い。駅からね、この大仏様のとこまで7分ぐらい歩くんですけど、超暑い。マジでタイぐらい暑い。今日ほんと30度ぐらいになってますけどね、ちょっとしかしやっと歩いてですね、こちらに来ましたよ。だってやっぱ外国の方が多いですね。やっぱトミーズマサさんみたいな顔してる。中に入りましょう。うわー、すごい人。さあ、買いました。入場券買ったんで中行きましょう。来たー、出ました。近づくとさらにかっこいいですね。何回来てもやっぱすげえわ。10年ぶりに来ましたけど、大仏様久々に会えましたね。タイ人の方とかも多いですね。外国人の方も多いし、めちゃめちゃ観光客だらけですけど、まあそりゃそうですね。ここはやっぱ鎌倉来たら1回は来とかないとダメですね。マストです。かっけえ。ちょうど飛行機雲がこうやってかっこいいですね。やっていきましょう。頭良くなりますね。で、大仏様が入っていたとされるわらじがこちらですね。でかっ、わらじですね。すごいな。ジャイアント馬場さんの足よりでかいですよね。面白いな。タイの人好きそう。観音様、お釈迦様、お地蔵様。英語バージョンもありますね。いや、かっこいいなこれ。これなんとね、大仏様の中にですね、これ入ることもできるんですね。タイで言ったらサムットプラカンのピンクガネーシャの中に入れるように、大仏様の中も入れるんで、ちょっと入ってみましょうか。ということで、初めて大仏様の中に入ってみます。果たして内部はどんな構造になっているんでしょうか。これが大仏様の内部です。ぽっかりと穴が開いている部分は大仏様の頭の部分だそうです。大仏様の中はとても暑いですが、大仏様を作るときに青銅部分をつなぎ合わせた部分や修復の跡も見れるので、一見の価値はありです。大仏様の中には50円払えば誰でも入れますので、ぜひ中を見学してみてください。最後に先ほどの売店で御朱印帳を購入し、大仏様の御朱印を押していただきました。とても日本の良い思い出になりました。大仏様ありがとうございました。ということで、10年ぶりに訪れた江ノ島と鎌倉はやはり素晴らしかったです。しかし今回はただ旅行だけをしに来たのではありません。
年内にもう一度この場所に来ます。そしてその場所は北鎌倉です。年内にまた北鎌倉の方にある目的のためにやってまいります。その時の動画をぜひお楽しみにお待ちくださいませ。